バーケンです。今日はハンマーナイフモアで爆狩りします。エンジン音が心地よいので、まずはそれを楽しみます。父が突然死し、哀愁漂う荒れ地を相続しました。その後、77万円を業者に支払い、このように整備しました。そして、さらに半年経つと草が伸びてしまいました。今回、ハンマーナイフモアで作業、およそ20分でこのようになりました。私は農家でないため、軽トラックは持っていませんが、この農機を普通車に積んで運んできました。さて、作業を始めます。ここは234平方メートルの土地です。だいたいテニスコートくらいの大きさです。数ヶ月前に別の場所で1時間ほどこの機械を触っているので、操作には慣れています。22万円ほどかなり高価でしたが、この畑は私の住む場所から 400km 離れた場所にあり、時間がもったいないので高価な機械を購入しました。そして購入に迷っている方の参考になればと思い動画を作成しました。この機械では速度が2種類あって速い方で運転しています。バリバリ粉砕してくれるので気持ちよいです。撮影するために草刈りをしているわけではなくて、草刈りのついでに撮影しているだけなのでカメラの位置が固定です。すいません。この日は朝1時に石川県を出発し、新潟県に着いたのは5時。それから畑のゴミ拾いを3時間して、その後人と会って、その後にこの草刈りです。この日はまだまだ暗くなるまで働いて、石川県まで運転して帰ります。この土地は平らな土地なので、機械をかけやすいです。父の土地のすべてが平らではないので、この土地のように平らで草が生えているだけの土地なんて余裕のよっちゃんです。機械を操作しながら手持ちでカメラを持つので少しだけ揺れます。今のリズムはドーナツステージのような、また画面の右上のような気分です。この畑、隣の人にタダでもらってもらおうと思っていましたが、断られました。隣の畑はきれいに管理されていて、きっと良い人です。直接お会いしたわけではなく、人を通してしかお会いしていないので、断られて当然なのかもしれません。次回新潟に行った時に時間を作り、直接お会いした方が良いと思います。機械の動かし方に統一性はなく、気ままに操作しています。私はしっかり考えてから行動するより、とにかく何でも失敗してもいいから一歩前に出ることを意識して生きています。考えすぎても良くないですから。
の方に見える刈り残しは普通の草刈り機でこれから刈ります。奥の方が用水になっていて斜面になっています。失敗すると道具がドボーンになると困ります。カメラが倒れてしまい、ここで終了です。刈る瞬間は映ってませんが、最後はこうなりました。こんな感じで、この機械があれば素人でも短時間で草刈りが可能です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。